全体を個から捉えるっていう視点ですね。要するに個々の振る舞いがある秩序で組織化されたときに、その単純な相和にとどまらない性質が全体として現れる。一個の単位と曖昧な全体っていうのをつなぐ何かしらのルールが見えてくると、個と全の各レイヤーで現れる性質の対比関係が面白いみたいな、変化と波長による統一っていうことなんじゃないかと。デザインサイエンスファウンデーション、全体と部分、個と全の往復運動の中で新しい構成表現っていうのを探索していく。続きましてインターフェースデザイナー映像ディレクターの中村優吾先生にご登壇いただきます。中村先生は25年以上にわたりウェブデザイン、インターフェースデザインの分野に携わり、数多くのウェブサイトの映像のデザイン、ディレクションをされてきました。代表的な作品としてユニクロの一連のウェブディレクション、KDDI スマートフォン端末、インフォバーの UI デザイン、NHK 教育番組デザインあのディレクションなどがございます。現在、多摩美術大学美術学部統合デザイン学科教授を務められております。よろしくお願いします。今日話すテーマは個と善っていうタイトルで話したいんですけど、ちょっと僕そのデザインサイエンスファウンデーションの何かっていうのをまだそんなに理解できてなくてですね、何話したらいいんだっていうのをすごく迷ったんですけど、デザイン、自分がデザインでこういうことを面白いと思ってやっていますみたいなことを素直に話したらいいのかなということで、ちょうど僕深澤さんと一緒のとか佐々木さんの先生もいる多摩美の統合デザイン学科で先生やってるんですけど、そこの1年生の向けの最初の授業っていうのがあるんですね。でそれはいろんな先生がオムニバスで、自分のデザインの考え方みたいなのを話すんですけど、あえてその大学1年生に話してるようなことをちょっとリミックスして持ってきました。で最初にこれ7分の1って書いてるんですけど、同じような話を7回話そうと思います。いろんなで最初は石と石垣っていうことで、最初僕の学生時代になるんですけど、これちょっとイラストでリスペクトでさっき入れてみたんですけどね、僕東大の土木工学科っていうところにいて、で土木工学科っていうのは建築と土木って建築が立つ下の部分をやるところで、僕がいた当時は東大っていうのは新振りっていうのがあって、12年は専門が決まってなくて3、4年で振り分けられるんですけど、僕がいたとこは比較的成績が低いっていう個性を持った人が集まりがちなところでですね、僕も割とそういう個性を持ってたので行ったんですけど、そこで僕が行った研究室が、土木の世界ってデザインっていう概念がほぼほぼあんまなくて、建築はあんなに発達してるのに土木はとりあえず平らにしときゃいいだろうみたいな、それはちょっと土木の先生に怒られるんですけどね、そういう土木工学的な知見を応用した土木ならではの新しいデザインの方法論を研究できないかっていうことで、そういう研究を始めてたんですね。で例えばですけど、これは福水ダムっていう大分県のダムで、これは昭和の初期ぐらいにできたのかな、100年前ぐらいかなにできたダムで、すごく美しいダムなんですけど、土木工学って基本的には地形を作る仕事なので、川のデザインみたいなこともするんですけど、川のいろんな構造物のデザインをするんですけど、それ構造物の造形的なデザインではなくて、こういう水の表情とか水の流れの現象自体をある形に誘導するとか、そういう方法論があるんじゃないかと。
土木工学の中には水利学っていう水の断りを学ぶ学ね、そういうものがあったりして、そういう水利学を使って用いて水の流れの表情を作れないかみたいな、例えばそういう研究をしてました。それ僕じゃないんですけど、僕の先輩なんですけど、で僕は構造デザインがしたかったんですね。でこれはサンチャゴ・カラトラバっていう、有名な構造家の人が作った橋なんですけど、こういうカラトラバだったりとか、あるいは丹下健三と一緒にやってた坪井義勝とか、レンゾ・ピアノと一緒にやってたピーター・ライスとか、なんかそういう有名な建築家の隣には優秀な構造家がいて、僕はそういう世界に憧れてて、で構造デザインやりたいですっていうことで、そういう論文を書きたいですと。でただ僕はやっぱり研究室に配属されてもそのさっき言った個性が際立ってたので、なんか論文、しかも橋とか橋のデザインみたいなのも結構いろんなことがやり尽くされてたので、いろんな論文のテーマを出してもずっとダメ出しされてたんですね。こんなもんは論文にやららんみたいな。でもうだんだん値を上げ始めた時に、僕の先生の篠原先生がですね、もう優吾はお前擁壁のデザインをやれと。こう擁壁っていうのは土を飛べる壁ですね。で擁壁の構造デザインってあんまり誰もやってないからやれと。でいやーって言って、これちょっとその辺から持ってきた写真なんですけど、見るからに地味じゃないですか。で全然面白そうじゃないと。でなんかいろいろ勉強してもなんか手がかりがないですね。結局でっかい鉄筋コンクリートの塊をボンって置いて土を止めるみたいな、割とそういうものではあるので、いろんな構造的な工夫もあるんだけど、みんな地面の下に隠れているみたいなことで、なんかこう全然面白くなさそうだなって言って結構固まってたんですけど、ある時なんかこう石垣だったらいけんじゃないかっていうことでこういろんな石垣を見て回ったんですね。これは大阪城とか、これは熊本城とかで、石垣のなんかこういう曲線あるじゃないですか。これ扇勾配っていうんですけど、これって何でできてるんだろうみたいなことを話したりしながら、なんかこれ構造的な取っかかりがないかなって言った時にですね、なんかこの石1個に着目したらいいんじゃないかと。石垣全体見るとなんか漠然として分かんないんで、石1個に着目して、でこの石1個の釣り合いとか安定条件みたいなものを、見ていくと。でそれぞれの石がなんかちょうどいい具合に安定する配列っていうのを求めていくということをしたらいいんじゃないかと。で例えばこうまっすぐに立ってると、下に行くほど不安定になる。だけどそれをこう全部の安定感を揃えるとこういう曲線が生まれると。ということで、なんかその石1個に着目してそれぞれのこう安定条件を、揃えていくと、なぜかこの扇勾配っていうのが現れると。つまりその石を見ることで、石1個を見ることでなんか全体の形状が結びついていくみたいな、なんかそういうことなんですよね。でそういう扇勾配って昔のいわゆるこう中国伝来の様式でスタイルでこう反りみたいなことが建築であったと思うんですけど、そういう様式ではなくて構造的な意味もあったんじゃないかみたいな、そういうことでした。ということでちょっと長くなっちゃったんですけど、石垣をこう石から捉える、もうちょっと一般化すると全体を個から捉えるっていう視点ですね。はい。こういうのって割とエンジニアの世界ではよくやることで、
こう曖昧な全体をこう具体的な個に落とし込んで、部分に落とし込んで、そこから見つめていくみたいな、そういうアプローチはあるよねということで、なんかこう僕的にはすごくそのなんていうの、いわゆるエンジニア的な視点がこれでこびりついたみたいな思い出があってですね、結構この考え方がこびりついていると。でデザインでも割とそういうところで同じような考えがこう持ち上がってくるんですね。これは20年前に作ったなんかこうワンクリック募金のサイトなんですね。木の先をこうクリックしていくと、そしてメッセージを入れると、こう木のような形になって、なんか毎日1本こういう木が生まれて、でそのクリック数に応じてなんかNEC が募金するみたいな、そういうサイトなんですけど、これもその木っていう木のなんかボワンとした形を、一番最小単位のこう木構造というか、こう枝分かれがこうディレクトリ的に階層的にこう連関していくみたいな、なんかそういうふうに捉えて、でそれに一人一人のユーザーがアクセスするといけんじゃないかみたいな、そういう、捉え方ですね。はい、次なんですけど、で同じような捉え方でいろんなものを見てたんですけど、時々ふっとこうハートに刺さるような文章に出会うことがあってですね、で3.11 の時にビートたけしが言った言葉があって、これ僕すごくなんか刺さった言葉がですね。ちょっと読みますと、常々オイラは考えてるんだけど、こういう大変な時に一番大事なのは想像力なんじゃないかと思うと。で今回の死者は1万人、もしかしたら2万人を超えてしまうかもしれないと。でテレビや新聞でも見出しになるのは死者と行方不明者の数ばかりだと。だけどこの震災を2万人が死んだ一つの事件と捉えると、被害者のことを全く理解できないんだよということですね。で、ちょっと省略しますが、人の命は2番分の1でも8番分の1でもないと。そうじゃなくて、そこには1人が死んだ事件が2万件あったってことなんだよっていうことを言っていて、この震災をこういうふうに表現できるんだっていうのをすごく感動したんですけど、これもさっきの石垣と同じ話だなってのがあって、要するにこう大規模な災害っていう複雑で曖昧な全体っていうのを一人一人の悲劇みたいな、その個の具体性から理解し直そうとするみたいな、そういう捉え方ですよね。はい、でそういうことをちょっと思い出しながら作った映像があって、ちょっと見ていただきたいんです。これは実験映像というか、実験映像って言っても理科実験的な映像なんですけど、雨の音ってあるじゃないですか、ザーっていうやつで、雨の音のザーってあれ何なんだっていう話なんですけど、いろんな説があるんですけど、僕が調べた中で一番グッときたのは、雨の音っていうのは雨粒の一個一個が周囲のいろんなものに落ちた時のものの反響音、それが同時に例えば1万個ぐらい聞こえるとすると、1万チャンネルのサラウンドでなっとるんじゃみたいな、そういう捉え方があってですね、本当かなっていうので、映像でちょっと検証してみたっていうものですね。
ということで、まあ後半完全に打足だったんですけど、NHK のテクネっていう、今倉森さんがいらっしゃいますけどっていう番組に出すやつで、ちょっと尺が足らなかったんですねなんかつけたそうっていうことでやったんですけど、前半で終わってたらよかったなって今また思いましたはい、まあこれもさっきのビートたけしの言ったことの雨版で、雨音っていうそういうなんか曖昧な全体っていうのを、まあ雨一個一個の音の具体性から照らし出すと、なんか違う見通しが立つんじゃないかっていうことですね。でまあこういう何かこの一個の単位と曖昧な全体っていうのをつなぐなんか何かしらのルールが見えてくると人は面白いんじゃないか。同じ雨が降ってる音でも、今深澤さんの頭の音がしたのかなとか、今、地面の芝生の音がしたのかなとか、まあそういうふうな想像力が湧くわけですね。はい。で次、生きてるっぽさの創発っていう話なんですけど、なんかある時期この突法っていうのが僕の中で流行った時期があって、なんか包みたいと。これ突法っていうのはなんかこういうある集まりを包むっていうアルゴリズムなんですけど、なんか包みたいぞっていう時期があったんですね。でいろいろ包んでいたと。これは3次元的な突法なんですけど、これは何を包んでいるかっていうと、もうすぐ見えるんだけど、ただのこのランダムに動く球体っていうのを包んでいると。ただそんだけっていう、でも包めて嬉しいなっていうだけのムービーなんですけど、でいろんなものを包んでたんですね。何を包むと楽しいだろうっていうのである時こうズキュンときたのがこれですね。でこれはなんか見ると割と一瞬で分かると思うんですけど、こうブルース・リー的な何かが見えてきますよね。はい。これよくやられているこう後ろにちょっと薄く映ってるこう点で動く人間のモーションキャプチャーが人間に見えてしまうみたいな、いわゆるこうバイオロジカルモーションとかアニマシー知覚とか言われているもので、こうまるで生きてるみたいっていう、そういう知覚に人間はすごく敏感で、どんな些細なきっかけでもこれ生きてるじゃんみたいなことを知覚してしまうと。要するにこの状態では一個一個の動きの、ランダムな動きを包んでいるだけに過ぎないんだけど、ここではなんか生き物がいるっていう新しい次元での知覚が全体として現れているっていうことですね。個々の動きの相和にとどまらない新しい知覚っていうのが全体として現れていると。でこれちょっとそれをミュージックビデオに使ったもので、これはいわゆるさっきの2人入ってる二人羽織ですね。で相当手がかりが少ないんだけど、なんかわかる。
こんな感じで分裂したりまた2人になったりみたいなのを続けて展開していって、これ長いんで飛ばしますが、最後いっぱいになって石ころに戻るみたいな、そういう映像なんですけど、はい、これは学生にこの創発っていうことの一番シンプルな創発っていうのを伝えるようなことですかということでですね、要するに個々の振る舞いがある秩序で組織化されたときに、その単純な相和にとどまらない性質が全体として現れるっていう、そういうことですね。はい、こういう図式です。はい、次、動的平衡っていうことなんですけど、有名な本で生物と無生物の間っていう福岡伸一さんの本があって、生命とは何かみたいなことを、福岡さんが考察しているという本なんですけど、その中で動的平衡っていう概念が、これもまたちょっとイラストでやりましたが、すごく興味深い概念としてあってですね、で動的平衡を説明する例えで、小学校の例を出されたんですけど、要するに小学校っていうのはですね、毎年子どもたちが入学してで毎年卒業していくと。で6年経ったら実はこの小学校の人たちは全員入れ替わってるわけなんですね。でそういうふうに一人一人の個の次元、小学校の成員である子どもたちっていうのは常に入っては出て入っては出て変化し続けてるんですけど、全体の形、小学校としては均衡状態にあるみたいな、そういう考え方で、福岡さんは、その著書で生命っていうのは動的平衡にある流れであると。で人間の細胞っていうのを何ヶ月とか何年とか、部位によって違うらしいんですけど、どんどん生まれては切り替わってで何年後かにはもう全然違う身体に入れ替わってるっていうことがよく言われてると思うんですけど、そういうふうに、そのさっきの生物と無生物の間ってタイトルに照らしますと、この動的平衡生成して死滅する中である、動的な平衡を持っている状態こそが生命であるみたいな、生命の本質であるみたいなことを言っているということですね。で、福岡さんから依頼があって、その動的平衡っていう概念を表現するようなアイデンティティを作ってくれっていう仕事。普通は企業名のロゴとかアイデンティティっていうのは作るんですけど、概念のアイデンティティって面白いなと。これ厳密に言うと最初佐藤拓さんに仕事が来て、で佐藤拓さんがちょっと動かさないと無理だわってなってで僕に投げられたっていう感じなんですけど、でもこの概念のアイデンティティっていうのがすごく仕事としては面白いなと思ってですね、普通僕はモーションアイデンティティっていうのを作るんですけど、ちょっとノーションアイデンティティっていうのでちょっとダジャレ的にも面白いなっていうのがあってですね、いろいろ考えてました。でこれでどうですかって最終的にやったのがこういうものです。本当のさっきの小学校のモデルをそのまま人に当てはめているっていうことなんですけど、ある生まれては、消えていくみたいな、そういう流れの中で、よどみというか、平行
一時的な平行状態として人がいるみたいな、そういう、概念みたいなことをアイデンティティにするということですね。はい、これ動的平語で検索したらこのキャプチャーが Google で割と上の方に来るんで、アイデンティティとしては頑張ってるんじゃないかなとは思います。はい。まあこれ面白いのはやっぱりその個の次元だとそういう絶えず生成死滅を繰り返しながら全体系としては平行状態にあるみたいな、このなんか個と善の各レイヤーで現れる性質の対比関係が面白いみたいな、まあ、そういう感じで作ってますということですね。でまたちょっと石垣の話に戻るんですけど、石垣の論文書いてた時にですね、その僕の先生の篠原先生にちゃんと最初にその石垣の美って何だっていうことを言えと、お前の言葉でみたいなことを言われたんですね。でなんだろうみたいな、なんか不揃い感とかなんかよくわからないことを言ってたんですけど、いろいろ戦術詰めていってたどり着いた一言としては、変化と波長による統一っていうことなんじゃないかと。要するに石単体で見ると変化であったり、そのレンガにはないこう波長、調子を崩すみたいに満ちてるんだけど、でも全体としては一つの面として統一しているみたいな、そういうことですね。でこのコントラストがやっぱり石垣の美というか、醍醐味というか、そこの本質なんじゃないかっていう話をして、そこだけは褒められた一言でした。でそういう石垣のことを時々思い出しながら、ちょっと石垣感のある仕事を持ってきたんですけど、これはなんか国用の社屋に置いてるビデオインスタレーションみたいなもので、国用の人が正方形の中に好きに何か書いてくださいと。でその書いた筆のストロークを集積して、一つのこういう、いわゆるフォトモザイクみたいなものなんですけど、そういうものを作ろうということですね。はい、でこれも割と石垣で、このコンセプトそのままなんですけど、これもさっきの繰り返しなんですけど、何が面白みがあるかっていうと、こう個と善とそれぞれのレイヤーで違う性格が現れるっていうのがやっぱ面白いということですね。要するにその2つのレイヤーでなんか創発的な関係があるっていう構成表現をするっていうのが自分的にはいけているポイントであるっていうことですね。で一言で言うと個と善のコンポジション、構成っていうことになるんですけど、そういう考え方でデザインっていうのをしていますということです。はい、最後ちょっと時間が押し気味ですが、群れのゲームっていうのを最近作りました。で群れっていうのは僕昔から好きで、これ群れなんですけど、今撮影してる人があまりに美しすぎてキスをした音が聞こえたと思うんですけど、ここですねそれはどうでもいいんですけどすごくこういう群れの現象っていうのはすごく美しいなと。で群れってなんでできてるのかっていうのは昔の人はいろいろ研究はしていて、で結局別に答えは分からないんです。鳥しか知らないんですけど、シミュレーションで近似することができるっていう、そういうアルゴリズムがあって、このボイズっていうアルゴリズムで
これは別に生物学者でも何でもなくて、こうディズニーとかピクサー的なこう CG の中の動きのアルゴリズムみたいなのを開発している研究者の人なんですけど、この鳥の動きみたいなことをシミュレーションするときにこの3つのアルゴリズムを足せば、動くと。で一つは分離、こう群れから離れたいぞみたいな、近づきすぎたら嫌だぞっていうこと。でもう一つはその結合、逆に離れすぎてたら不安だから寄ってきたいぞみたいな気持ち。あと整列、みんなが向いてる方向に俺も行きたいなみたいな、そういう気持ちと。こうやって一個一個はもう本当にシンプルなアルゴリズムなので再現が割と容易で、ちょっと僕も再現してみたことがあるんですけど、これは、まず近寄りたい気持ちを入れましたと。いやとはいえちょっと距離持ちたいなみたいな気持ちを入れましたと。でみんな向いてる方向に行きたい気持ちを入れたと。で全部入ったんですけど、そうすると一気に群れっぽくなるということで、はい、こういうものですね。ただのランダムな集合だったのが、こういう単純なアルゴリズムの総和で、アルゴリズムによって、急に見え方が変わってくる。でオフにするとただの直方体、これ別にどうでもいいんですけどね、また戻るみたいな、はい、こういうものです。要するに個体同士の単純な関係性から群れとしての集合的な振る舞いっていうのが創発しているっていうことです。で群れは面白いなっていうので、群れを扱ったものっていうのをいろいろ作ってたんですけど、最終的に動物じゃなくて人間の群れを扱いたいなと。でゲーム作りたいなっていうのもあって、人間の群れを扱うゲームを作ろうっていうことで、いろんな群れの現象、人間の群れの現象っていうのをリサーチしてたんですね。リサーチというか、YouTube を見まくってるだけなんですけど、その中でズキュンときたのがこれですね。コミケの開く時間を待ってる行列。もちろん人間は鳥じゃないのでちゃんと待つで指示が来たらちゃんと動くみたいな、そういう動きをするんですけど、基本的にはでもボーイズ的な本能みたいなのもあって、で人間の群衆行動をもう乱暴に本能、ボーイズ的なことの本能と、理性、ここコマンドって言いますけど、なんか指示を出す、指示に対して反応するみたいな、理性で反応するみたいな、そういうふうに単純にモデル化するとなんかゲームになりそうだなと。でまたでもちょっとまだパンチがないなっていうことで、なんかちょっと見てわっとなるような現象ってないだろうかっていった時に出会ったのがこのサマーランドですね。これはいいなと。はい、でなんかこの要するに本能と理性を備えた人間たちっていうのを一個のパーティクルとみなして、それらがいろんな環境とか外力に翻弄されるみたいな、そういうシステムがいいんじゃないかっていうことで、ちょっとベータ版みたいなのを作ったんですね。
こういうものです。はい。っていう感じで、ちょっと面白い味は出てきたんですけど、結構リアルにこれがだんだんこのプロジェクトが盛り上がってきて、ちゃんとプレイステーションとかそういうところで出すぞっていう話になった時に、なんか足りないよなっていうことになったんですね。で、何が足りないかっていうと、一つは物語がなさすぎるみたいなことで、なんか物語的なものがあった方がいいんじゃないかっていうことで、こういう、当時こういうポピュリズムみたいなものが台頭してきて、こう謎のリーダーと謎の追従者たちみたいな、そういう感じが生まれたりとか、古くはあとこのモーゼですね、旧約聖書のモーゼみたいな、多くの人をなんか約束の地に導くみたいな、そういうストーリーを考えた時に、じゃあこのトランプなりモーゼにあたる人っていうのは何なんだっていうことを考えた時にですね、なんか主人公をどうするんだってことですね。で、これちょっと時間ないので詳細は省略しますけど、結論的に言うと犬なんじゃないかっていうことですね。要するにその設定として、その遠い未来で全人類が全員アホになってしまったと。で、自我も理性もなくなった中で、それを率いるのはかつて人間に率いられてた犬だったみたいな、そういう設定ですね。で、最初の物語の最初だけ書いて、全ての自我が失われたこの世界の果てで目覚めた私は一匹の犬だったみたいな。で、この一節でなんとなくゲームの感じが決まってきたなっていうことで、3ヶ月前にやっとできたと。ちょっとカフカっぽい始まり方をしてるんですけど、結構ゲームっぽくなってるんですね。最初の頃の狂った感じは若干後退はしてるんですけど、普通に遊んで楽しいゲームになったなっていう感じです。はい。さっきの段階からこの段階までさらっと今3分ぐらいで言いましたけど、その間4年ぐらいかかってるんですけどはい、ゲームって時間かかるなっていうので、もう二度とやりたくないなって思ってますはい、はい、こういうものです。という感じでちょっと駆け足になりましたけど、こういうこと前ラグビーでいうとこのワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンみたいな、なんか僕そういう構図で基本的には仕事をしていて、でその考え方のこうバリエーションみたいなものをいっぱいお見せしたんですけど、そういうこと、全体と部分こと全の往復運動の中で新しい何か構成表現っていうのを探索していくっていう考え方
でデザインをしていますという話でした。どうもありがとうございました。